OP6 の各エディットページについて確認していきましょう。モードからエフェクトのボタンを押して、エディットしたいページを選びます。ボタンの下に書かれている ARP からグローバルページを選ぶには、シフトボタンを押しながらボタンを押します。シフトボタンはダブルクリックしてホールドすることもできます。中に複数のページがある場合は、ページレフト、ライトボタンでページを選びます。同じボタンを繰り返し押しても切り替わります。モード、ピッチ、レベルページでは、オペレーターごとにエディットします。OP セレクトプラスマイナスボタンでエディットするオペレーターを選びます。データエントリー A から F ノブでパラメータを変更します。このプログラムは、オペレーター1と4のピッチの異なるキャリアの音が交互に上下してうねるリードシンセです。その他にも様々な効果が複合的にかかっています。特徴的ないくつかのパラメータをページごとに見ていきます。モードボタンを押します。このページではオペレーター1から6のオペレーターモードや出力波形を設定します。プラスまたはマイナスボタンを押して右側の1の LED を点灯させ、オペレーター1を選びます。ディスプレイ内のオペレーター1も反転します。オペレーターモードは FM、波形は層、フィードバック量、波形の幅が確認できます。シフトボタンを押すと数秒間 FB、Width の設定値が確認できます。A ノブを回すとオペレーターモードに FM 以外のリンゴモジュレーター、フィルター、ウェブフォルダーを使用することができます。バイパスやミュートにすることもできます。オペレーターモードごとにエディットできるパラメータが異なります。従来の FM 音源を超えた新しい音作りが可能です。D ノブを回して波形を選びます。サイン波をはじめ21種類の波形から設定できます。イエスボタンで決定します。なお、どこのページからでもオペレーターモードを切り替えることができます。シフトボタンを押しながらレシオノブを回します。シフトボタンを押すと各オペレーターモードを異なる色で確認できます。波形はシフトボタンを押しながらレベルスライダーを操作して切り替えることができます。ピッチボタンを押します。このページではオペレーター1から6のピッチや LA4、EG によるピッチモジュレーションを設定します。フリーケンシーモードでオシレーターのピッチをどのように設定するかを選びます。レシオはノートの周波数にコースとファインの比率を乗算した周波数になります。フィックスドは一定の周波数になります。各オペレーターはプラスまたはマイナスボタンで選びます。キャリアのオペレーター1のピッチはレシオで1です。レシオは1が基本になります。オペレーター4は2で1オクターブ高い音です。オペレーター5は 0.2500 で2オクターブ低い音です。変化がわかりやすくなるようにオペレーター4、5をミュートします。周期的に音が消えるので、オペレーター1のレベルにかかっている LA4 を0にしておきます。なお、
オペレーターミキサーのレシオノブはこの値を変化させます。E ノブを回すと小数点以下の値が変わり、不安定なピッチになります。フィックスドではオシレーターのピッチが一定の周波数になります。エレピなどのハンマー音やフルートなどのブレス音などに使ったりもできます。オペレーター2のレベルを上げると、オペレーター1の音の明るさや倍音の強さが変化します。出力レベルを極端に上げると音が歪んでいきます。次はレベルページです。レベルボタンを押します。このページではオペレーター1から6の出力レベル、EG、キートラック、LFO、EG によるレベルモジュレーションを設定します。D ノブでオペレーターの出力レベルを設定します。オペレーターミキサーのレベルスライダーはこの値を変化させます。EG で音量レベルの時間変化を設定します。A ノブで音の立ち上がる時間、アタックタイムを、E ノブで最大レベルからディケイタイム後の鍵盤から手を離すまでのレベル、サスティンレベルを、B ノブで最大レベルからサスティンレベルに到達するまでの時間、ディケイタイムを、C ノブで鍵盤から手を離してからレベルが0になるまでの時間、リリースタイムを設定します。オペレーター2のモジュレーションを打弦時にのみかかるようにしてみます。プラスボタンでオペレーター2を選びます。レベルにスライダーを上げます。E ノブでサスティンレベルを下げ、B ノブでディケイタイムを調節します。ライトボタンを2回押してレベルモジュレーションページを選びます。マイナスボタンを押してオペレーター1を選びます。先ほどこの LFO1 インテンシティを0にしました。エディットする前の設定に戻します。シフトボタンを押しながらリコールボタンを押します。イエスボタンを押すと戻ります。マイナス100です。オペレーター4の LFO インテンシティは83で、この音程の異なる2つのキャリアが交互に音が出ては消えます。元ページです。モドボタンを押します。LFO1 から3と EG1 から3を設定します。OP6 は先ほどのオペレーターごとのレベル EG の他に3機の EG を搭載しています。EG1 はオペレーターピッチに、EG2 はフィルターにあらかじめ接続されています。EG3 はどこにも接続されておらず、V パッチで接続します。EG1、EG2 も V パッチで接続することが可能です。LFO は3機搭載しています。LFO1 はオペレーターピッチ及びレベル2、LFO2 はフィルターに接続されています。LFO3 はどこにも接続されておらず、V パッチで接続します。LFO1、LFO2 も V パッチで接続することが可能です。このページでは EG の形状や LFO の波形や速さなどを設定します。そして効果のかかり具合はピッチ、レベル EG ページ、フィルターの各ページのインテンシティとモジュレーションソースで設定します。LFO1、
OP を選びます。ページボタンを数回押します。この LFO1 はオペレーターピッチおよびレベルに接続されています。レベルについては、先のレベルの項で説明したレベルモジュレーションページの LFO1 インテンシティで効果のかかり具合を設定します。さらに CTRL はコントロールソースで、モジュレーションホイールやピッチホイール、ベロシティ、EG、LFO など、様々なソースの値をインテンシティに掛け合わせて、モジュレーション量をコントロールできます。例えば、オペレーター1と4に VEL、ベロシティを設定します。弱く打弦すると LFO の効果が小さく、強く打弦すると LFO の効果が強くかかり、音量が変化します。モードページに戻ります。A ノブで LFO の波形を選びます。23の波形から選びます。ES ボタンで決定します。B ノブを回すと LFO のスピードが変化します。E ノブでシンクオンにするとテンポに同期します。B ノブで選んだ音価がスピードになります。テンポを変更すると追従します。レフト、ライトボタンを押して EG1 ピッチを選びます。アタックタイム、ディケイタイム、リリースタイム、サスティンレベルで時間による変化を設定します。そしてピッチモジュレーションページの EG インテンシティとコントロールソースで EG のかかり具合を設定します。各インテンシティとモジュレーションソースは EG1 は P モードページのここ、EG2 はフィルターページのここで設定します。LFO1 は P モードページのここ、L モードページのここ、ミスクページのこことで、LFO2 はフィルターモードページのここで設定します。フィルターページです。フィルターボタンを押します。オペレーター全体にかかるフィルターを設定します。ページレフト、ライトボタン、またはフィルターボタンを押してフィルターページを選びます。A ノブでフィルタータイプを選びます。フィルタータイプによって得られる効果は異なります。フィルター名の最後の数値6、12、24はフィルターの特性 dB パーオクトを示し、数値が大きいほどカットオフ周波数を境に急激にカットします。MS20 のフィルターやポリ6のフィルターもあります。B ノブでフィルターのカットオフ周波数を設定します。カットオフ周波数の効果は選択したフィルタータイプによって異なります。ローパスフィルターはカットオフ周波数よりも広域部分をカットします。明るい音色を暗めにします。ノブ E でレゾナンスを設定します。レゾナンスはカットオフ周波数の周辺の周波数を強調します。C ノブで EG にインテンシティを設定します。EG2 によるカットオフへのモジュレーション量を設定します。インテンシティについては、モッドの項を参照してください。フィルターモジュレーションページでは、センターキーを中心に、広域、低域でのフィルターのかかり方を設定します。あと、LFO2 のインテンシティとモジュレーションソースを設定します。
エフェクトページです。エフェクトボタンを押します。エフェクトタイプを選び、エフェクトを調整します。OP6 は3つのマルチエフェクターを搭載しています。3つのエフェクターは直列に接続されています。エフェクトボタンでエフェクト1、2、3を選びます。このプログラムでは FX1 にコーラス、FX2 にディレイ BPM、音符マークがついているエフェクトはテンポに同期します。FX3 にリバーブが設定されています。A ノブでエフェクトの種類を選びます。30種類から選びます。モジュレーション系、フィルター系、歪み系やアンプ系、ダイナミックス系、空間系などのエフェクトがあります。D ノブでエフェクトをオンオフします。B、C、E、F ノブで各エフェクトのパラメータを設定します。エフェクトごとにパラメータが異なります。リバーブは残響音が得られます。B ノブでリバーブのかかり具合を、C ノブでリバーブのタイプを設定します。E ノブで残響時間を、F ノブで残響音の明暗を設定します。ボイスページです。シフトボタンを押しながらボイスボタンを押します。ボイスに関する設定をします。A ノブでモノまたはポリフォニックで鳴らすかを設定します。モノはモノフォニックで発音します。1音ずつでしか発音しません。モノレガートは同じくモノフォニックで発音しますが、弾いた鍵盤から指を離す前に次の鍵盤を吹くと、最初の音は普通に発音し、次の音はレガート、切り目を感じさせない音になります。ポリはポリフォニックで発音します。和音で演奏できます。D ノブでグライドのオンオフを設定します。グライドは異なる音程のノートを滑らかに移行させます。オフではグライド効果はかかりません。オンではグライド効果がかかり、ノート間のピッチが滑らかに移行します。C ノブでグライドタイム、ピッチの移行にかかる時間を設定します。レガートでは弾いた鍵盤から指を離す前に次の鍵盤を弾いた時のみピッチが滑らかに移行します。D ノブでユニゾンボイスを設定します。1ノートにつき発音するボイス数を設定します。最大で8音までユニゾンさせることができます。E ノブでユニゾンのデチューンを設定します。ユニゾンボイスのコーラス感をコントロールします。F ノブでユニゾンのステレオ音上の広がりをコントロールします。V パッチページです。シフトボタンを押しながら V パッチボタンを押します。バーチャルパッチは LFO、EG やモジュレーションホイールなどのコントローラーをモジュレーションのソースとしてピッチやレベル、フィルター、エフェクトなどに独自に接続して効果を追加できます。バーチャルパッチは12まで持つことができます。ページライトボタンでバーチャルパッチ6を選びます。この設定では、バーチャルパッチソースは LFO3、インテンシティはプラス4に、モジュレーションソースはモジュレーションホイール、デスティネーションはプログラムのピッチが設定されています。
モジュレーションホイールを上げると、プログラムのピッチが LFO によって変化してビブラートがかかります。バーチャルパッチ7と8などでもモジュレーションホイールでフィルターが変化するように設定されていますので、ビブラート以外の効果もかかります。ページボタンを押してバーチャルパッチ7を選びます。こちらはバーチャルパッチソースはモジュレーションホイール、効果の深さ、インテンシティはプラス68に、モジュレーションソースはオフなので、インテンシティの量でモジュレーションが常にかかります。といっても、モジュレーションホイールを下げ切ったときは0で効果はかからず、上に回し切ったとき、インテンシティの値で効果がかかります。モジュレーションホイールでフィルターのレゾナンスがコントロールされます。ミスクページです。シフトボタンを押しながらミスクボタンを押します。ページレフト、ライトボタンでミスクの各ページを選びます。プログピッチページでは、トランスポーズでプログラムごとのピッチを半音単位、プラスマイナス1オクターブの範囲で設定します。1プログラムごとではなく、すべてのプログラムに対してトランスポーズを変更するときは、グローバルのチューンのトランスポーズで設定します。オクターブでプログラムごとのピッチをオクターブ単位で設定します。ベンドでピッチホイールを中央から上に回したときと下に回したときのピッチベンドの変化幅を半音単位で設定します。この設定では上に回し切ると2半音ピッチが上がります。下方向には0が設定されています。このパラメータでのピッチ変化はありませんが、V パッチの11と12でピッチホイールマイナスでオペレーターのコースレシオがコントロールされるように設定されているため、ピッチが変化します。LFO1 でピッチへの LFO1 によるインテンシティとモジュレーションソースを設定します。プログミスクページでは、レベルでプログラムごとの音量を設定し、他のプログラムとの音量バランスを調整します。アルゴリズム FB では、下から上へと信号が流れるフィードバックループに流す信号のレベルを設定します。OP ユーティリティでは、オペレーター全体のパラメータや EG のコピーなど、音作りに便利な機能を実行できます。ユーザーアルゴページでは、ユーザーアルゴリズムを編集します。オペレーターの接続を自由に設定することができます。ユーザーアルゴリズムを作成するには、先にホームアルゴページでユーザーアルゴリズムを選んでください。A ノブを回してユーザーを選びます。アルゴリズム以外の各ページの設定はそのまま変更ありません。シフトボタンを押しながらミスクボタンを押します。そしてページライトボタンを押してユーザーアルゴページを選びます。イエスボタンを押します。オペレーター1がモジュレーター、オペレーター4がキャリアとなる直列のアルゴリズムにしてみます。オペレーター1の信号をオペレーター4に送ります。プラスボタンで上から4番目に移動します。1から4になっている A ノブを回すと、オペレーター1から4に信号を送ります。ページライトボタンを押してダイレクトアウトページを表示します。D ノブを回して OP4 をオンにします。オペレーター4の信号がオーディオとして出力されます。これで2オペレーターの直立のアルゴリズムになりました。A ノブを回してオンにすると、オペレーター1も信号がオーディオとして出力されます。モジュレーターかつキャリアの両方の役割を持つことになりました。
このように新しい組み合わせにすることができます。グローバルページです。シフトボタンを押しながらグローバルボタンを押します。OP6 全体の設定を行います。このページでの操作は、ページレフト、ライトボタンでカテゴリーを、マイナス、プラスボタンでパラメータを、CF ノブで値を変更します。または、AD ノブでカテゴリーを、BE ノブでパラメータを選択することもできます。ここで設定した内容はプログラムには保存されず、すべてのプログラムで共通となります。自動的に保存されます。チューンでは、マスターチューン、全体の基本となるチューニングをセント単位で設定します。0セントの時、A4 が 440Hz になります。半音は100セントです。トランスポーズ、鍵盤で演奏するピッチを半音単位で設定します。MIDI では、送受信する MIDI チャンネル、ローカルコントロールオンオフ、テンポクロック、各 MIDI フィルターなどを設定します。コントロールでは、ベロシティカーブでベロシティの強弱による音量や音色が変化する度合いを設定します。プログラムチェンジロックは、プログラムノブの動作を設定します。オフでは工場出荷値の設定で常にプログラムを切り替えられます。シフトはシフトボタンを押しながらプログラムノブを回したときだけプログラムを切り替えられます。ホームはホームアルゴページでのみプログラムを切り替えられます。一つの音色に集中してエディットや演奏したいとき、意図しないプログラムの切り替えを防ぐことができます。SST ホールドタイムはプログラムを演奏するで紹介しましたスムーズサウンドトランジション機能でサウンドを切り替える時間を設定します。前のサウンドの最後のノートオフからタイマーがスタートします。シークではシーケンサーに関する設定をします。トリガークオンタイズやメトロノームのオンオフ、音量、アクセントを設定できます。システムでは自動的に電源をオフにするしないを設定するオートパワーオフやディスプレイの明るさや LED の明るさを設定します。